皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは、証券会社がつけるレーティングの売買推奨と目標株価について、これと空売り機関投資家のポジションの変化、各銘柄において証券会社のレーティングと空売りのポジション構築や買い戻しといった動きが、この機関投資家に利するような形で証券会社がレーティングをつけているんではないかというような疑惑のもと、直近のそれぞれの銘柄におけるこの両者の変化というのをご紹介する当チャンネル主要テーマの一つとなっています。今回は3月第2週までのデータを用いて注目となってくる銘柄、具体的には短期的中期的なトレードであからさまな動きが出てきやすい銘柄たちとなりますので、特にデイトレードしている方なんかで特定の動きが目立ってくると思い浮かべていただけたら、さや取りに入りやすいんではないかと思われます。証券会社のレーティングに関しましては、各社様々なレーティング方法を用いていますけれども、主に5段階、4段階、3段階に分かれていますので、これを一番左側のプラス2からマイナス2、買い推奨、売り推奨の一律表記に変換した上で、各銘柄比較を行っております。それでは早速具体的にどのような銘柄が、まず空売り業者に最近狙われているかご覧いただきますと、こちら。左からそれぞれの空売り対象となっている銘柄、そしてポジションが構築され、報告が上がってきた日、誰が報告をしているか、つまり空売りの業者、あるいはその空売りの業者に対して株券を斡旋している証券会社の名前が入ることが多いです。そして数量というのが、すでに現時点で空売りを行っている報告者がどれぐらい残りの空売りの株券を持っているかというデータ、そして増減株数というのがその報告における空売りを行った数量、あるいは買い戻しを行っているマイナスの数量となります。それを流通株に対して比率に直したのが、それぞれ割合というところと増減率というところになってきます。例えば一番上、東京会場ですと、3月3日と4日にバークレイズバンクが空売りに関する報告を行っているわけですけれども、数量が3月3日で1200万株、3月4日で700万株と、空売りの数量としては減っていく方向になっていますので、その一つ右、増減株数でマイナス460万株、マイナス480万株と買い戻しをそれぞれ行っていることが伺えます。つまり、もともと1700万株近くの空売りを行っているところから、段階的にですね、900万株以上を買い戻し、この2日間で行っているというデータになります。これをもって約 1%、東京会場の発行済み株式から空売りを行っていましたけれども、0.6%、0.36% と段階的に落としていった買い戻しを行った結果、報告対象から外れたという、そういったデータになりますね。そして、現時点で大型株中心にそれぞれのデータ拾っているんですけれども、時価総額の大きな500銘柄を対象としています。その中で特徴のある動き、一部抜粋していきますと、色をハイライトしている部分、優先と商船三井、3月3日から11日にかけて野村証券が綺麗にですね、輪切りで35万株程度を毎日空売り行っています。そして3月11日の段階で、優先は1000万株以上、商船三井も960万株程度を空売り行っている比率にして 2% 以上の空売り比率となっています。いずれも代表的な海運株を野村証券という同じ報告者が同じ比率で毎日輪切りで空売りを行っているというのが非常に何か裏で動いているというのを感じさせるデータですね。これを巻き戻すようなタイミングが来るところで、さや取り、デイトレードでもいいんですけれども、ある程度のロットで買い戻しが見受けられるタイミングで入っていけると狙っていきやすいなということで、この2銘柄引き続き場中にウォッチしていきたい銘柄かと思われます。またその他に一辺倒な動きで非常に注目になってきているのが、少しハイライト薄いですけれども、上から2番目の銘柄、強立メンテ。こちらは3月6日の野村インターナショナル。これが136万株と一気に空売りを上乗せしています。もともと持っていた空売りポジションを倍増させて 3.5% 程度まで積み上げているという形ですね。これもかなりの比率持っていますので、巻き戻しが入ってくるかというのが非常に注目ポイント。こちらは後ほどの空売り報告者をすべて合算した銘柄ごとの空売り増減が多い銘柄のリストに入ってきていますので、具体的なデータでご覧いただきたいと思います。逆に買い戻しが入っているような特徴のある銘柄も含まれていまして、例えば吉野家ホールディングス、3月3日から10日にかけて参加者は
ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、JP モルガンとシティグループ、多岐にわたりますけれども、この1週間はほぼ一辺倒に買い戻しが進んでいる状況。10ベーシスから30ベーシスの範疇で日割りで買い戻しを行っていますが、どの参加者もほとんど 1% を下回り、0.5% 報告対象となるようなロットを下回るポジションまで買い戻しを行っていることが伺えます。そして吉野家ホールディングスに関しては3月に入って相場が大荒れの中でもかなり堅調な底堅い動き、5% 以上のリターンをこの3月の間に記録しています。ということで前回2月の頭にこちらのサムネイルでお出しした同じようなテーマで注目となっていた銘柄、例えば丸和ですけれども、2月の7日時点でかなり空売りのポジションが溜まっていたというところで買い戻しが入るんではないかと、そろそろ限界ではないかというところで、グラフ上かなりメモリが3万から5万5千円と荒い値動きのチャートにはなっていますが、動画出した直後にわずかに買い戻しが入る。わずかといっても3万7千から4万円超えるところで 8% 程度の巻き戻しが入っていました。さらにですけれども、こちらも不自然に空売りのポジションがかなり2月の6日7日時点で溜まっていましたが、そこからですね、決算ポケポケといったような、少しおじさんにはハワイの美味しい丼を浮かべてしまうような名前ですけれども、そういったところが好調だという事業のニュースもありまして、こちらほぼ3000円から4000円まで大きな上昇、空売りを構築して決算またぎで下方向に鞘を取ろうと狙っていた機関投資家は、あえなく大きな買い戻しをせざるを得ないと、ストップ高を記録するような展開となっていましたので、非常にこのデータ頭の中に入っているだけでも場中観察していると、大きなロットでの買い戻しがすぐに頭によぎるような展開でした。つまりは入っておけば買いが続々と場中でも期待できるということで、非常にデイトレードでは稼ぎやすいようなデータ周りだったかと思います。さらにレーザーテックですけれども、前回動画をアップした直後という反応ではありませんでしたけれども、長らく空売りのポジションが溜まっていて、3月以降ですね、少し買い戻しの動きが見られているんではないかという状況ということで、非常に空売りの機関投資家がどのように動いているか、足元の急速な構築あるいは買い戻しというのは短期的中期的にも非常に役に立つんではないかといった事例でした。ということで、先ほどご覧いただいた各機関投資家の銘柄に対するポジション変動、これを機関投資家関係なくですね、銘柄ごとに集計を行ったときに、最も直近足元で空売りポジションが構築されているのはどれなのかご覧いただきますと、こちら日本ホールディングス、三菱倉庫、強立メンテという順番に並びます。また前回の動画では買い戻しが進んでいた高島や再び上値を押し付けるような邪魔なポジションの入り方をされているといったところで、今回ご覧いただくデータは上から3つですね。この3銘柄において面白い動きがあるんではないかということで、具体的に見ていきたいと思います。逆に買い戻しのリストをご覧いただきますと、こちらキオクシアや吉野家、ソシオネクストは先週あたり非常に大きな動き、場中に異常に買いが大きなロットで入るような銘柄たちでした。さらにもっと大きな買い戻しが行われている銘柄順番に見ていきますと、下から6番目にはレーザーテック、さらに3番目には、そして一番大きな買い戻しが入ったのは三井イースといった順番になりました。ただ、中ほどの青の棒グラフ、現時点で溜まっている空売りのポジションというのを比率に直したときには、まだ買い戻しが大きく進んでいるとはいえ、余力が残されているといった状況です。この空売りのポジションが積み上がっている順番に銘柄ご覧いただきますと、こちら、国際エレクトリック、北海道電力というような順番。こういったところ、一旦買い戻しが進んで、比率としては一時よりも低くなっているところで、さらに買い戻しがいくのか、それとも株価上がっているような銘柄ですと、再び空売りの方向に戻っていく余力が残されてきているというふうに判断もできますので、それぞれの銘柄で株価がどんどん上がっていく場合は、さらに買い戻しの余地がある。逆に上昇下落が拮抗して、どちらかというと難聴な動きになってくる場合は、再びの空売りポジション構築も気をつけていった方がいいというような銘柄たちになってくるかと思います。それでは具体的に、まずは日本ホールディングスご覧いただきますと、3月の6日野村インターナショナルがダントツで一番右側の増減のところ、83万株の空売りを行っている。棒グラフに直しますとこちらですね。2月以降、徐々に空売りのポジション入っていますけれども、この3月の6日のところが異様な膨らみを見せています。
これに対して証券会社のレーティング変更は大和証券が3月7日に3200円から2250円と一気に 30% 近く目標株価の引き下げを行いました。野村インターナショナルが空売りを行った直後に大和証券が目標株価を 30% 引き下げるといったようなかなり不自然な動きが見られます。ここが野村証券だったらもうほぼ大きな確信を持って空売りのポジションを構築させた上で目標株価引き下げるといったつながりが見受けられたんですけれども、今回は大和証券ということでやや怪しいなという程度。そしてこちら日興ホールディングスの株価の推移直近のところをご覧いただきますと、こちらどんどんと急上昇しているわけですね。3月に入って2350円から2500円まで約 10% の上昇。空売りが構築された3月7日に関しても大きな損失、2400円より下のところで入っていますので、現時点2500円を超える株価だとかなりの損失になっているかと思います。大和証券の目標株価の引き下げというのも全くもろともせず上がっていますので、この辺野村インターナショナルが構築させている空売りのポジション、今週に入って損切りに回るとなると、さらにもう一段階株価への大きな動きが予想されるということで非常に注目になってくるかと思います。直近の空売り構築比率の上昇で2番目に入っていた強立メンテ、今度はレーティングの変更からご覧いただきますと、こちら2月の25日に大和証券、2月の28日にみずほ証券がそれぞれ目標株価の引き上げを行っているのが非常に特徴的です。そして空売りポジションの変化、こちら増減のところをご覧いただきますと、3月の6日青のハイライト、また野村インターナショナルですけれども、こちらが136万株の空売り構築を新たに行っていると先ほどご覧いただいたデータですね。これで単独で 1.75% のポジション積み上げ、合計で 3.5% 程度の流通株に対する空売りを行っていると、非常に大きなポジションの変化になります。棒グラフでご覧いただいてもこちらダントツで飛び抜けて空売りの構築がご確認いただけると思いますが、これは先ほどと逆のパターンですね。2月末に目標株価の引き上げを行って株価を引き上げさせておいて、高くなったところを野村インターナショナルが空売りで狙っているという構図。これもやや怪しいような動きではありますが、2月末に他社の証券会社が目標株価を引き上げて、それを見た野村インターナショナルが3月に入ってから出し抜こうというような考え方をすれば、今回は協力関係というよりはどちらかというとライバル関係といったような動き方かもしれません。具体的に株価をご覧いただきますと、こちら2月末に一旦みずほ証券や大和証券の目標株価引き上げも2900円から3100円まで株価持ち直しましたけれども、そこから3月の中旬にかけては右肩下がりということで、元の値段の3000円を割り込む2950円まで行きましたけれども、そこからは3000円に戻すといったような、3000円のところをボーダーに証券会社間での攻防が繰り広げられているといったような展開ですね。野村インターナショナルのダントツで大きな空売りポジションを構築したタイミングは3月6日の報告ですので、おそらく3100円前後での構築となっているかと思います。これが2950円まで下がった3月10日以降ですね。ここでも満足せずに買い戻しを行っていないとなれば、この後下がっていったタイミングでどこか利益確定に回ってくる、あるいはこの後どんどんと上がっていって3100円をも超えていくような局面になってくるんであれば、今度は損切りのタイミングになってくる。この野村インターナショナルの136万株の空売りが強立メンテの3100円以上で発動されるのか、逆に2900円を下回る利益確定のタイミングで発動されるのかというのが今週以降の注目点になってくるかと思います。直近空売りのポジション構築が進んでいるトップ3の最後の銘柄ですね。三菱倉庫、こちらに関しては簡単にご覧いただきますと、まず証券会社の目標株価の変更は2024年12月の大和証券以降ですね。一番上の25年3月10日 SMBC 日興証券による目標株価の変更、1260円から1300円といったわずかな 3% 程度の変更、ここまで3ヶ月間それ以外の証券会社に関してはノータッチということで、久しぶりの変更が3月10日日興証券ですけれども、微々たるものということになっています。一方で気になるのは空売り業者の動き、インテグレイテッドコアストラテジーズという約半年前ですかね、確かスクリーンホールディングスか何かの銘柄でずっとこいつが空売りあるいは買い戻し
これをわずかな範囲のボラティリティで繰り返し行っているということで、上値が重い展開、その犯人というような動きをしている、このシンガポールかどこかの機関投資家、非常に目をつけられるとめんどくさい機関投資家のイメージですけれども、これがですね、3月6日以降、大きなロットで空売りを行っています。株数で450万株3月の6日に入り、7日、8日と90万株弱の追加を行って合計626万株と、比率に直すと 1.6% の空売りポジションになっています。こちら証券会社による報告ではなく、空売り機関投資家による直接のポジション開示となりますので、この後どういった動きを見せてくるか非常に気になる。日興証券による目標株価の変更はわずかなものでしたので、おそらくこのインテグレイテッドコアストラテジーズとのつながりというのは、今回は想定されにくい展開ではありますが、3月の6日は980円、そしてそこから3月の10日にかけて1000円一旦は超えましたけれども、そこから再び下がっている展開ということで、おそらく現時点でもまだ空売り機関投資家のポジションというのは損益がどちらにも出ていない、ほぼフラットなポジションになっているかと思いますので、この後の展開で上に行くのか下に行くのか、むしろこの海外の投資家がさらに空売りポジションの報告上乗せが出てくるようであれば重たくなってきますので、すぐに飛びつくというよりかは少し観察していく。この海外の機関投資家が今後どのように動いてくるか、上乗せが入るのか、慎重になって見ていった方がいいかと思います。先ほど申し上げたスクリーンホールディングスのような例もありますので、上値を押し付けるような邪魔者として入ってくるのかというのが気になるところではあり、現時点でインテグレイテッドコアストラテジーという謎の機関投資家が他に入っているような銘柄、その展開も横睨みしながら様子見していった方がよろしいかと思います。ただどこかで狙っていけるタイミング、非常に大きなロットでの空売り構築ではありますので、中期的には狙っていけるタイミング、この機関投資家を出し抜く利用ができるタイミングが必ず来るかと思いますので、要チェックの銘柄の一つかと思います。ということで今回は当チャンネル主要なテーマの証券会社レーティングのデータを用いた空売りの機関投資家の動きを交えての個別銘柄分析となりました。実は小型株需給の分析が約2ヶ月できていませんで、今回はそのテーマを用いて動画をお出ししようかと思ったんですけれども、小型株、東証グロースあるいはスタンダードにおける上場銘柄の中で空売りが最も大きな比率、現時点足元で 15% 程度ということで、以前の動画ご覧いただいた方ですと、イメージが 40% から 60% といったような銘柄をピックアップ狙っていくというのが、需給逼迫の条件としては、ボーダーラインというのが実感いただけると思いますけれども、それが今足元で 20% を下回るといったような銘柄しか出てこないということで、今回はこちらのテーマにいたしました。そういったデータも踏まえると、今足元で相場感、日本あるいは海外を代表するクソな政治家に振り回されて、下方向に下がっていますけれども、もしかしたらこのタイミングで小型株のリスクに関しては、一旦買い戻しが大きく進んだというところ、底打ちも近いといったようなシグナルにも使えるデータだったのかもしれません。ということで今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また小型株需給に関しては逼迫のデータが揃い次第更新したいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただいて、今後も当チャンネルの動画をお楽しみいただけると幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。